はい。いつもスティックないけど。スティックないですね、今回は。ないですね。まあ今日は特別にね、ここを借りてやってるんで、スティック持っていけないんですけど。はい。始めますか。始めますか。はい。久しぶりですけど。いやー、久しぶりですね。元気しましたか？僕は元気ですけど、その会話から始めますか。長くなりますよ。確かに長くなる。はい。まあ今日はオリンピックが終わって、はい。一段落ついたということで、そうですね。感想をちょっと取らせてもらいたいと思いますけど。まあほんまにこうなんかいろんなこう感情があって、まずはこう終わってこうホッとしてるっていう部分と、こうなんかもっと、やれたなっていう部分もあるし、あとはやっぱり本当にこうオリンピックがこう開催されて、本当になんかまあボランティアの方も含め本当にこう多くのね人のおかげで大会が開催されて、すごいもう感謝がすごくありますね。はい、そこに関しては。はい。いやー、そうだよね。そのまあコロナの前からまあ密着させてもらってて、やっぱりオリンピックにかけてるっていう話は聞いてたし、でもこういう状況になってまあすごい複雑だっていう話も聞いてたから、まあ気持ちを作るのも結構大変だったと思うんですけど。そうですね。まあでもやっぱりもう、とりあえずは開催されるっていうことを信じて、もうやるしかなかったんで、まあそこに関してはでもしっかりこう集中して、まあ競技に取り組めてたかなとは思います。はい。まあ結果としては、まあ自分たちのその目標とするところには到達しなかったんですけど、まあそのまあ日本代表としてこうやれるっていう、まあ、手応えっていうのもこの大会ではつかめたかなっていうふうには思いますけどね。でも、いやそうだよね。いやだって言ったらもうね、5試合やったと思うけど、5チームとも格上のチームとの戦いだったと思うんで、大変だったと思いますけど。そうですね。やっぱりまあでもそれはやっぱり元からこうオリンピック出るときにもうすでに分かってたことで、まあそれなりのやっぱり、対戦相手も決まってからはしっかりそれに対して準備もしていきましたし、まあ、チームとしての戦術というのもしっかりできてきてたんで、まあ勝つことはまあできなかったんですけど、まあ日本らしさっていうか、そういうところを出せたかなっていうふうには思いますね。はい。ズバリ53年ぶり、日本代表男子代表としてはオリンピック53年ぶり、で、まあ、健太としては初めてのオリンピック、どんな舞台でした？やっぱりこう本当に、まあ、ずっと小さい頃からこう夢見てきてた舞台なんで、まあ初めオーストラリア戦初戦と会った時はすごくまあフラッシュバックというか、なんか今までのこう思い出がこうバーってきて、でまああとはでもなんていうの、すごくスッとこう試合に入れたというか、すごく集中して試合に入れて、でやっぱり5試合こう通して終わってみればやっぱ楽しかったなっていうのがありますね。やっぱりただスタジアムの中に入って、やっぱりこうお客さん観客がいないっていうのは、いやそうだよね。めちゃくちゃこうなんていうんですか、うわお客さんいたらもっと楽しかったよなっていうのはありますけど、まあそこをまあ言ってもしょうがないんで、あれなんですけど、まあそこの心残りはありますけど、まあ本当に楽しみだかなと思います。はい。じゃあ1戦目から軽く振り返ってもらおうかな。まあ初戦にオーストラリアということで世界ランク1位の相手と、まあ初戦で当たるっていうところで、まあすごくまあメディアの方とかからも注目していただいてて、そうだよね。でテレビでも放送されるということで、すごくまず選手のモチベーションもすごく高かったんですね。でやっぱり初戦ってやっぱりどんな相手とやっても難しくなると思うので、逆に僕たちはもう失うものないっていうか、やっぱり、まあ、誰が見てもやっぱオーストラリアの方が上っていうのはもう明らかだったんで、そこのプレッシャーがなかったのがまず良かったかなっていうのが一つありますよね。で
実際こう試合やっていく中で、最初こう2点ポンポンと決められて、でこのまままずいかなとは思ったんですけど、やっぱりこうチームとしての集中力っていうのがすごく高くて、で自分たちのこう得意とする形でボール奪ってから、ショートカウンターみたいな形で、1点、返して、でそのゴールも僕は結構、最終的にゴール取ったんですけど、イメージ通りのゴールだったんで、体調というかその感覚もすごく良くて、これやったらちょっと逆転できるようにしちゃうかなって、その1点目取った時にすごく思ってて、2点で、で2点目も、僕がベンチ1回下がってる間に1点入ったんですけど、その点とかも、カウンターで、YOSHIKI が自陣の位置からボール奪って、そこから一番最後まで行って最後フィニッシュでタッチして決めるんですけど、ゴールもすごく良かったかなと思います。3点目、その逆転したシーンはあれもほとんどカウンターみたいな感じで、ロングパスから、渡辺浩太渡って、でセカンドポストにいた僕にこう打ってくれて、でいいところにこぼれてきたんでそれ決めれたって感じで、で3対2になった時にやっぱりちょっと守りに入ったかなっていうのがあって、やっぱそこでやっぱりもう1点2点取りに行く姿勢があれば、また状況変わってたかなっていうふうには思います。ただやっぱり4クオーター目になってすごいみんな疲れが見えてきてて、で僕自身足つったりして、僕足つるとかはめちゃくちゃ久々っていうかなかなかつらないですけど、多分緊張とかそういうのもいろいろあったのかなとも思うんですけど、運動量も多かった。そうですね、それくらいだから初戦は疲れましたね。で最終的にはやっぱり、同点を突かれて逆転されて、で最後また点入れられて、最終的には3対5かな、スコアはだったんですけど、でもそれでやっぱり、日本代表チームとしてはやっぱ戦えるなっていう、感じになったんで、いい初戦だったかなとは思います。じゃあ2戦目お願いします。アルゼンチン、アルゼンチンはもう最初から、もう勝つつもりというか、もちろん全試合勝つつもりでやってるんですけど、ここで勝ったらだいぶ波に乗れるなっていうのがあって、すごくこういい状態で臨めてたんですけど、やっぱり前半のうちにちょっとチャンスが全然作れなかったかなっていうのが個人的な印象で、もう少し、前半のうちに、そのビルドアップの時にしっかりパスつないで攻撃まで行けたらよかったんですけど、ボール失う、場面も多かったですし、そこがもう少し、自分たちの、カウンターとかそういったところでもかけれたらよかったんですけど、相手が結構守りに入ってたというか、相手も結構慎重にプレーしてたっていう印象があって、なんか結構膠着したゲーム展開だったかなっていうふうには思いますね。で、相手に先制されて、で2点目も入れられて2対0対2っていう状況の時に、やっぱりこうなかなかチームがこう一気にこう静かになってしまったというか、普段ならやっぱり0対2になってもまだいけるぞみたいな声あったりとか、そういったところあるんですけど、やっぱりこうなんかこうチームに途中から急に元気なくなって、そういうのがちょっと感じ取れたんで、そこはやっぱりチームもまだベテラン選手はいるけど、やっぱり若いチームでもあるんで、そこはやっぱりこう、チームとしてはちょっと未熟だったかなとは思いますね。で最後の最後、僕が点は取れたんですけど、あの時間帯やっぱり点取ってももうほとんどゲーム終わってたんで、そうですね、総得点とかそういう意味では1点返してで1対2で終われたっていうのは良かったと思いますけど、やっぱりもう少しなんかこううまくアルゼンチン戦に関しては戦えたんじゃないかなというふうには思いますね。じゃあ3戦目、ニュージーランドを振り返ってください。東京オリンピックのその組み合わせ決まった時に、そのチームで話し合って、
でまあ大体そのポイントの計算というかどうすればこう上に上がれるかっていうところを考えた時に、ニュージーランド戦はもう絶対に勝たなあかんっていう、まあ、世界ランク的にも相性的にも絶対勝たなあかん相手っていうのはもうチームとしてまあ、意思疎通ができてて、だからそのニュージーランド戦始まった時にやっぱ今大会初めて先制することができて、まあそうだね、コージがまあいい形でゴール取ったんで、開始早々だったっけ、また早い時間でやっぱあえて取れたのがすごく良くて、でチームの雰囲気もすごく良かったし、これはいけるぞっていうふうにはまあ個人的には思ってましたね。はい。3と1対1になるんかな、1回かな、確か。そうだね、そうだね。1対1になって、で後半僕が取り返して2対1になって、でやっぱそこでやっぱりよくあるんですけど、リードしている時の戦い方でもう少し例えばボールのポゼッションを高めたりとか、あとはもう少しこうなんていうんですかね、相手に反則取ったりとか、そういったところでうまくこう時間使えればよかったんですけど、まあなかなかそういうプレーができなくて、やっぱりこうリードしてるんやけどどっか焦ってるっていう状況があって、まあ、僕個人的にはもう1点やっぱ取りに行きたくて、チャンスもあったんですけど、まあそのチャンスをこう生かしきれなかったっていうのがまあ問題で、やっぱ最終的にはやっぱこう追いつかれてしまって、そうですね。まあでも個人的にもやっぱニュージーランド戦が一番こう悔しかったっていうか、自分にすごく責任感じてて、まあ1点は取ったんですけど、やっぱりこうあと自分個人的にはプレー振り返った時にあと2点は取れたなって思うんで、やっぱりそのチャンスをやっぱりものにできなかったっていう悔しさがありすぎて、試合終わったの泣いてしまいましたいや本当にやっぱ勝てなかったっていうのがやっぱこの後めちゃくちゃ響いてくるっていうのがあったんで、まああんまりこうなんていうんですかね、まだ決まってない状況でこう泣いたりするのは良くないと思うんですけど、ちょっと感極まってしまって、まあそこでまた、まあ、個人的には逆に泣いてこう切り替えれたんでそれは良かったんですけど、まあ、そのチームの雰囲気とかはどうだったのかなっていうふうには今ちょっと反省してます。はい。まあでもただそのニュージーランドでまあ1ポイント取れたっていうことはすごくまあ大きかったんで、負けなかったことが一番良かったんで、まあそれ1ポイント取ったことによってまだ全然まあその残れる可能性っていうのは残ったんで、そこは良かったかなと思います。はい。で次のスペイン戦ですよね。でやっぱスペイン戦もここも勝ちたいっていうか、勝たなければ上上がらへんって思ってたんで、まあだからまあチームとしてのまあそのなんていうんですか、雰囲気もすごくまあ良かったですし、ここで絶対勝つっていうまあチームとしてのまあ勢いっていうのがあったんで、だから前半も結構まあ早い段階で高い位置でボール奪って、でまあドリブルして相手の反則誘ってペナルティースローって形になって、で先制できたんですけど、まあそうですね、プレーはまあ個人的にはもう決めたかったですけどね、自分でまあただまあ相手もやっぱり新物狂い共に来てたんで、まああれはまあ良かったかなと思います、個人的には。でそこをしっかり全然が決めてくれて、でまあリードできたんですけど、やっぱりねこのリードしてる時の戦い方は、まあ、そのニュージーランドとかオーストラリアとかでもそうなんですけど、リードした時の戦い方がやっぱり日本は下手かなっていうのは正直思いますね。こうオランダでプレーしててやっぱそういうのがやっぱりヨーロッパの選手とかってすごく上手くて、時間の使い方とかで相手がこう焦って取りに来たところをあえてかもって、で数的優位作って、また、攻撃のチャンスでつなげたりとか、そういったところがうまいんですけど、やっぱりどっかこう焦って
相手にこうプレッシャーかけられてすぐボールクリアしてしまったりとか、パスつなげるところでもパス、つながずに、ドリブルしてボール取られたりとか、やっぱそういったところの状況判断というのがやっぱりリードしている時ほど悪くなってるなっていう印象があったんで、それがまあ悪い方向に出てその後4点取られる。まあアイクマンも言ってて、そのスペインの試合が一番悪かったって言って、すごく怒ってたんですけど、まあそれは個人的にももちろん思ってますし、もっとやれたなっていうふうには思いますけど、ただやっぱり自分たちが想像してたよりスペインがすごくいいチームで、そのオリンピックという舞台で勝つにはやっぱりもう少し差は縮める必要あるかなっていうふうには個人的には思いましたね。でそれでやっぱりもうほとんどもう敗退が決まったというか、その負けによってもうほとんど、まだ可能性は全然あったんですけど、やっぱもう他力本願というか自分たちの力だけではもう勝てない状況になっちゃったんで、非常にそこの負けというかは、今大会では痛かったかなと思います。その試合の後チーム内ではどういう話をされたんですか、ラストに向けてというか。そうですね、自分たちがそのどういう状況になっても、その上に上がれても上がれなくても、やっぱりこう、その自国開催でやるオリンピックですし、やっぱりいろんな人が見てくれてるんで、最後までこう自分たちらしいプレーというか、しっかりプレーしようっていうのはみんなで話し合ってましたね。ただやっぱり本当にまだ可能性はゼロじゃなくて、相手のそのポイントの動き次第では全然インドに勝てば上に上がれる可能性もあったんで、そこはまだやっぱりギリギリまでモチベーションっていうのは保っててましたね。で試合前になってもダメっていうのが分かって、でそこからはもうあとはやっぱり、最後の試合しっかり勝って終わろうっていうところのモチベーションがあったんで、結構気持ち作るのは難しかったですけど、いい形でまたインド戦に気持ちは切り替えられたかなとは個人的には思います。最後のインド戦はどんな試合でした？そうですね、やっぱなんかインドそもそもやっぱり今までずっとアジアなんですごく何回もやってきてよく知ってるチームで、アジアでは本当に一番強いチームで、やっぱ苦手意識もめちゃくちゃあって、なんでかっていうとやっぱいつもこう絶対倒すぞってこう戦うんやけど、やっぱり結構点差を取られる、点差が開いて負けることが多くて、だから、最終的なスコアが3対5なんですけど、その2点差に抑えられたっていうのはすごく良かったし、一時は同点まで行ったのか、同点までは行ってたんで、そこはでも良かったかなっていうふうには思いましたね。得点のその入り方っていうのも、自分たちの得意なパターンからの攻撃だったんで、そこは良かったかなっていうふうに思います。ただやっぱり5点取られると、どんなチームとしてもやっぱ負けちゃうんで、もう少しやっぱ守備の面で、オリンピック通してですけど、やっぱり日本を成長していく必要あるかなっていうふうには思います。ただフィールドゴールに関してはオリンピックではかなり取ってたと思うんで、そこはすごくやっぱり今までの日本ではなかなかフィールドゴール取れなかったんで、そういった意味ではやっぱすごく成長を感じれたかなっていうふうには思いますね。やっぱそのペナルティーコーナーが0本やったんですよ、今回。少なかったね。そう、0本、0点、それはだから本当に早急にというか、もう本当に日本がもう強化していかないといけないところかなっていう。それはただなんていうんですか、シューターが悪いとかではなくて、やっぱりその出しとか、もうインジェクターとかそのストッパーとか、その全部、リバウンダーとか、そのペナルティーコーナーに関わる全ての選手がやっぱりもっとレベルアップ、自分も含めて、レベルアップしないといけないかなっていうふうには思いました。ペナルティーコーナーをもらう機会も結構少なかったのかなっていう感じたんですけど。そうですね、やっぱりなかなかサークルに入れるチャンスっていうのも少なくて、そこでやっぱりペナルティーコーナーしっかりその角度ないところだったらシュートを済
選択するんじゃなくてペナルティーコーナー取ったりとか、そういったところは重要になってくると思いますし、まあ今後やっぱりペナルティーコーナー取ったらこう、ね、ベルギーみたいにこう1点入ったから喜ぶくらいな、なんていうんですかね、まあ成長は必要かなっていうふうに思います。はい。そのフィールドゴールに関しては、まあ、多くなった、たくさん取れた、でその中でも、ね、ケンタは一応ランキングトップですか、そうなんですよ。個人としては結果を残せたっていうところなんですけど、まあそうですね、まあ調子もしっかり合わせれてたんで、まあ個人的にはまあすごく、まあ、結果としてはまあ満足はしてますけど、まあ、ただ、完全に満足したというよりかはまだもう少しいけたかなっていうのがあるんで、まあ、さっきのニュージーランドの試合もそうなんですけど、まだここで点取れたなっていうところもやっぱり何度かあるんで、まあ、そういったところをまあしっかりまた決めきれるようにはなりたいかなっていうふうには思いました。はい、結局そのフィールドゴールっていうのも、まあ、その味方ありきでやっぱりパスそこまで回してくれたりとか、まあ、しっかり守備してくれてで僕にパスつないでくれてっていうところがあるんで、まあ最終的にその得点したのが僕ってだけで、まあ、それまではやっぱり、ね、チームのみんなのおかげでやっぱ得点取れてるんで、そこは感謝したいです。はい、じゃあ全体通して、まあ、チームとして個人としての感想と、まあ、今後に関して何か話せることがお願いします。そうですね、まあやっぱりこう、まあ、優勝したベルギーなんかはもともとまあ優勝候補で、でやっぱりもともとその練習試合、そのオリンピック前に練習試合もしたんですけど、やっぱりもうこう肌で感じる強さっていうのがあって、やっぱりまだレベルの差っていうのは全然あると思ったんで、やっぱそこをね今後しっかりこう埋めていきたいと思いますし、まあ個人的にはまあしっかりオランダでまあ結果を残してでまたレベルアップできるように頑張っていきたいかなっていうふうには思います。はい、でパリまあでも4年じゃないんで3年って考えたら、多分もうあっという間かなと思うので、ちょっと気持ちが違う、また、頑張りたいと思いますみんな期待してると思いますまあでもわかんないですね、若い選手はまだすんのかいって言うかもしれないですけどそれは言われたりしますかあよ引退しろやっつって、引退しろやって言われるかもしれないですけどまあもうちょっと頑張ろうかなと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。